ドアの専用ザクです。完成したのはデザイナーが発表された時から、思いつきまして、公開日に初日に間に合うように一応完成させました。後半は急ピッチでしたけど、なんとか間に合ってホッとしてます。でも制作してる間も楽しみで、最後の方ちょっと時間が余ったので追加工作とかやる楽しむぐらいの余裕がありました。一番最初は本当2枚のデザインがしかありませんので、その状態から見て、で最初の素材を作って、であとは少しずつ冒頭映像が公開されたんで、それを昔ながらのやり方で一時停止して戻って見て、で自分でスケッチを描きながらっていう懐かしいやり方、それもまた楽しい作業で途中からいろいろデザインが増えてきたんですけど、この後ろのこのバーニャーの部分とか、形的にはこの形で良かったんですけど、この隙間があるのが気になって、おそらくだけど多分バーニャーが展開するんじゃないかという想像で作ったんです。そして映画公開寸前ぐらいになった資料で、実際この形のが発表されたのを見て、自分でもものすごく嬉しかった記憶が映画館でも確認してもらいます。足ですね。一番足は時間がかかってます。ドアンザク劇中でもとても強い挙動を見せるんですけど、足がおそらくカスタムされてるんだろうなという想像を持って、もう飛んだり跳ねたり、まるでバッタみたいに。冒頭映像でもその飛び方があったんで、関節を二重関節にしたり、よりカスタムされた足というイメージ、中に金属パーツを埋め込んで、バーニャーも増設してます。ドアンがカスタムしたのも、自分でもザクをカスタムするつもりで、ドアンになりきったような気分を楽しんで、この辺がやってて一番楽しい工作でした。なるほど、作画崩壊をかっこよく、まさかかっこよくなるなんて。顔が結局3回ぐらい作り直して、最初短すぎて、次が長すぎて、で戻して動力パイプをつけるとまたイメージが全然変わって、ここも鼻で4ミリぐらい、頭でも2ミリぐらい広げて、その設定のザクに近づけました。これは今暗いままですけども。これはカメラ式物合いと呼ばれる手法なんですけども、暗い状態から今回新しい試みで自分でも初めてのチャレンジでした。結構昔のホビージャパンさんの作例とかでジョニー・ライデンのザクだとか使われてる手法なんですけど、光が強いんで濃度が薄いと見えてしまうんですよ。消しても映ってる。で消した状態で消える、完全に見えないと今度光量が足りなかったんで、中のライトを変えてみたりスモークの色を変えたり、ここも3回4回と作り直して、もう目がピカッと光って襲いかかってくるシーンがあるんですけど、それを表現できたのかなと。自分はもう子供の頃からザクが大好きで、ドアンザクが素手で敵を倒すシーンを見て、これは勇者のザクだ、子供心にあだ名をつけて、そのぐらい大好きなエピソード、それがまさかの映画化なんで、終始もデザイン画が発表された時点から楽しくてやはりその動きの速さ、もともとノーマルなザクを改造してですけど、通常だったらありえない動きが一番の見どころ、スピードです。スピードがすごかったです。
バンダイさんから出てるマスターグレードのザクのバージョン2、武器のヒートフォークも新たに新造して作り出してます。ヒートフォークも最初は元のやつを使おうと思ったんですけど、映画のドアンのザクというとヒートフォークが大きい。で自分的にはドアンがカスタムして作ったヒートフォークだろうという想定のもと、一から全部作り直して、とにかく楽しかったです。何せやってて楽しかったです。まだ見ぬ夢の続きを空かかるもやに紛れて消えてる左朝日が照らすまだ切り取る景色が違って見えて変わらない朝を演じて隠しき